こんにちは、すいみーです。今回の旅は東北の沿岸部にある BRT という交通手段で北を目指します。なんと昔線路だったところを通るバスに乗っていきます。窓からの景色が新感覚。途中陸前高田にある震災遺構なども立ち寄りました。ぜひ最後までお楽しみください。おはようございます。本日の旅、仙台のホテルからスタートです。今回泊まったホテルが仙台駅から近い仙台ビジネスホテル駅前というホテルです。早速朝ごはん食べに行ってきます。こちらのホテルは仙台駅からも徒歩10分ぐらいでアクセスは便利でした。お部屋はこんな感じ。必要なアメニティも一通り揃っててコンビニが近かったです。建物自体ちょっとだけ熱気の入ったビジネスホテルという感じでした。では朝ごはんいただきます。ビュッフェ形式になってて想像してたよりもおかずの種類が結構ありました。朝からカレーも取ってきてしまいました。このお米なんですけど宮城県産の一目惚れらしいです。あとは笹かまとお味噌汁は気仙味噌が使われてるそうです。ビジネスホテルとはいえやっぱりご当地ものがちょっとあるとすごい嬉しいですよね。このご飯あっさりご飯だったと思います。カレー食べたんですけどこのご飯美味しいです。カレーのルーよりもお米の方が印象に残ってしまいました。ちょっとしたデザートもありました。朝からコーヒーゆっくり飲めました。というわけでチェックアウトします。今日はこれから仙台駅へ向かってそこから電車に乗っていきます。前回の動画が青春18切符で東京の上野からここ宮城県の仙台まで大移動した動画になってるんですが、今回はその翌日に撮影した続きの動画となってます。青春18切符は昨日で使い切った状態なので今日は切符を買っていこうと思います。券売機で切符を買おうとしたんですけど、一体どこまでいくら買っていいのか全然わからなかったんで、緑の窓口へ行ってみたんですけど、なんだか並んでたんで諦めました。土地勘のない旅先での長距離移動、切符どこまで買っていいかわからない問題。とりあえず切符なんですけど皇后田という駅まで買いました。そこからの分は乗り越し生産しようかと思います。今日の移動の最終目的地なんですけれども、岩手県の大船渡市にある盛駅というところを目指します。9時48分発小五田行き、これに乗ります。子牛に田んぼの田と書いて小五田。これがまた全然読めなくて読み方を調べました。JR の東北本線ですね。この電車も初めて乗ります。椅子が満席だったんで立って乗ってたんですけど、揺れがすごかったです。足でめちゃめちゃ踏ん張ってました。そう、目的地に着くまでに途中で電車から BRT という乗り物に変わります。 BRT 何それと思ったんですけれども、どうやらバスのことらしいんですよね。東北のリアス式海岸のところ、あの辺りをその BRT が結構な距離走ってるんです。 Google マップを見るとこんな感じで道路が JR 線になってるんです。なんで JR の上をバスが走ってるのと思いますよね。これはちゃんとした理由があります。それはまた後ほど BRT に乗りながらお話ししていきたいと思います。
田んぼの景色が続いてますね。夏になったら一面の田園風景が見られるんだと思います。夏の時期もここの車窓の景色見てみたいですね。小五田に到着しました。仙台からだいたい1時間ぐらいでした。乗り換えはちょうど向かいのホームに止まっているこの電車ですね。12時40分発、柳津行きです。そんなに混み合う感じもなさそうですね。白と抹茶っぽい色の電車、レトロの雰囲気です。ロングシートかなと思ったらボックス席も見えます。あ、2人掛け用のコンパクトな席もあります。ここいいな、ここにしよう。こういう感じの座席に座るの初めて。車内は空席もあって余裕で座れました。それでは小五田駅を出発です。どんな景色が見れるのか楽しみですね。電車が動きました。途中で大方の乗客の皆さんが降りていきました。しばらくこんな感じの風景が続いてます。東北地方は米どころなので、さすがに田んぼが多いです。駅名の上に何やらイラストみたいなのがある。なんだろう。さっきのイラストみたいなのを調べてみたんですけど、あれです。ゆるキャラでした。結び丸っていうみたいです。結び丸くん、宮城県を盛り上げてくれてるみたいです。事前情報なしで目にすると、なんだか自分が海外から来たような気分。いよいよ柳津に到着します。柳津から BRT に乗り換えします。ちょっとお腹空いてきたな。お昼はまだ先にある途中下車する駅でゆっくり食べたいと思います。今回途中下車しようと思っているところは陸前高田です。道の駅があって売店とか食堂もあるみたいです。柳津に到着です。ここではっと気づきました。さっき電車を降りるときに切符の乗り越し精算をしたんですけど、そのまま切符を車掌さんに渡してしまいました。切符にスタンプをしてほしかったのにすっかり忘れてた。
バスが来てます。あれが BRT のバスかな。さっき車掌さんが教えてくれたんですけど、 BRT の乗り場が変更になってますよということだったんで、気をつけないといけません。発車時間までちょっと待機です。すぐそこにお手洗いもありました。時間が来たんで乗車していきます。乗客の方は 4,5 人ぐらいです。BRT は現金と Suica とかの交通系電子マネーが使えます。ともに道路の悪いところたくさんございます。BRT が揺れたりしますので、走行中に席のご移動などはなさいませんようお願いをいたします。また車内での携帯、スマホの通話をご遠慮ください。マナーモードにお客様のご利用のない通過することがございますので、ただいまご乗車のお客様がご利用になります駅の手前になりました。この BRT という路線の存在は私は全く知らなかったんですけれども、最初は名前だけ聞いても何それ、電車 JR の親戚という感じで、何なのか想像もつきませんでした。 BRT はバスラピッドトランジットの略で、バス専用道路などの活用で時間に正しい発着や輸送などがスムーズに行えるという利点があるそうです。確かにバスの停留所はバス停ではなくて駅ということになっています。バス停で検索しても出てこなかったりします。そしてこの BRT のバスが走ってる道なんですけど、現在はコンクリートで道になってますけど、もともとは線路があったところらしいんです。震災遺構が見えます。あれは宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎です。これまで保存か解体かで意見が分かれてたそうですが、今年の3月に南三陸町が震災遺構として保存していくことになったそうです。13年前の東日本大震災によってこの東北地方沿岸部は大きな津波被害を受けたんですが、もともと JR の路線があったこの気仙沼線と大船渡線は線路全体のなんと約 35% が津波によって流されてしまいました。相当な被害です。ですがこの BRT 気仙沼線は震災の翌年2012年8月に運行開始。被災した各地域への交通輸送手段としてとても重要な復旧事業だったということなんですね。
猫さん。こんな山の中に。反対方面の BRT とすれ違います。あれは神社かな？もうそろそろ気仙沼駅に着くと思われます。公園がありますね。この気仙沼線の景色を見てきて思ったんですけど、震災後に復興工事などで綺麗になったと思われる土地や建物を本当にたくさん眺めることができました。どれほどたくさんの人たちが震災後の復興に携わってきたのかって、いろいろと思いが頭を巡りました。気仙沼駅に到着しました。3番、四つ折りにしてもらって、はい。で、そのまま入れてもらって、あと170円入れてもらえば大丈夫です。はい。ありがとうございます。柳津から気仙沼までは1170円でした。気仙沼線から大船渡線に乗り換えです。乗り場はここですね。まだ時間があります。ピカチュウがいる。ニューデイズと奥にお手洗いもあります。JR 気仙沼駅って書いてます。バス停ではなくて駅なんですよね。時間が来たので大船渡線に乗りました。獅子折唐桑、独特な駅名だな。ではでは、これからお昼ご飯ですね。お腹ペコペコです。お昼ご飯を食べたいのと、一度行ってみたかった陸前高田で途中下車しようと思います。13年前の津波に耐え抜いたと言われる奇跡の一本松などがあるところです。一本松らしきものが見えてきました。もうすぐ到着です。危ない危ない。バスが陸前高田行きだったんですけど、その一個手前の奇跡の一本松駅で下車しました。ここでお昼ご飯と一本松や震災遺構などの見学をしようと思います。陸前高田で下車すると結構な距離を歩きかタクシーで戻らないといけないとこでした。高田松原津波復興記念公園です。早速公園内の道の駅高田松原へ。バスを降りたら目の前の建物右側です。美味しそうすぎるメニューで迷います。この一本松天丼、すごいインパクト。本当だったら食べてみたいですけど、私ちょっと油物がメインのものは苦手なので海鮮丼セットにしました。ちなみに食券を買って先にお会計をやるスタイルでした。
ピーク時間過ぎてるので店内空いてます。海鮮丼セットが来ました。お腹すきまくってるのでやばいです。なんて美味しそうな。お蕎麦にめかぶが乗ってます。魚介たちも新鮮だ。めちゃめちゃ美味しそう。温かいお蕎麦が嬉しいですね。めかぶとの相性抜群です。海鮮丼は本当に新鮮さが味わえました。エビは甘くて、手前のイクラは本当にプチプチしてて、最高でした。やっぱり海が近いところは海の幸が最高に美味しい。お昼ご飯ごちそうさまでした。そしてこれから一本松を見に行きます。道の駅から見える場所にあります。ここは海の近くの気仙川地区というところで、震災時津波の被害がかなりあった場所です。この記念公園の大きさからわかりますが、今目に入る景色の山以外のほとんどのところが津波が到達しています。かつてこの辺りには約7万本の松林があったそうですが、ほぼ全ての松が流されてしまって、奇跡的にこの松が1本だけ津波に耐えて残ったそうです。実は2012年に枯れてしまったそうなんですが、現在はレプリカですが復興のシンボルとして当時と同じようにこうやって残されているそうです。高さは約 27.5 メートル、樹齢はなんと173年。立派な松です。そして一本松のすぐ隣にあるのがかつてユースホステルだった建物です。震災遺構として残されています。コンクリートの建物がひしゃげています。津波の力がどれほどのものだったのかが恐ろしいほどよくわかります。地図の右側の大きな川が気仙川。津波はこの河口から約 7km も遡ったそうです。気仙川水門です。2020年に工事が完成したそうです。動画で伝わるかわからないけど、かなり迫力のある水門です。では、海が見える防潮堤の上まで行ってみます。さっきの水門が遠くに見えます。新しく松が植えられています。ものすごく大きな防潮堤です。この防潮堤、高さが12メートル、全長は約2キロあるそうです。以前はこの辺りは海の見える町だったそうなんですが、震災の後ここの景色は全く変わってしまって、住んでた方は全然知らない町に見えるとおっしゃってるそうです。復興記念公園のエントランスに続く道です。BRT の時間が気になるので戻ります。あれも震災遺構ですね。ちょっとだけ見ていきましょう。
昔道の駅だった建物の震災遺構です。タピック45。こんな感じの建物だったみたいです。あと建物の中に震災伝承館もあって、当時の様子を詳しく知ることができます。この後さらっと見学させていただきました。では次は14時51分発の BRT に乗ります。大船渡線はだいたい1時間に1本です。このバスで終点の大船渡市にある盛駅というところまで乗っていきます。陸前高田で一旦下車しました。あれと一瞬戸惑ったんですが、乗り継ぎだったみたいです。今度こそ盛駅行きが来ました。あと30分程度で到着します。前回の動画で上野から仙台まで鈍行で移動したんですが、そこまでの距離ではないものの、今回もやっぱり結構な長旅でしたね。柳津から BRT に乗り換えて約 99km バスに揺られてきました。震災で大方4割の線路を失ってしまったにもかかわらず、多くの人たちの手によって BRT という交通機関として生まれ変わった JR の気仙沼線と大船渡線。これからも BRT はたくさんの人や物や思いを新しい場所やそれぞれのふるさとへと運び続けてくれるでしょう。今後の復興を心から祈っています。今回の動画はここまでとなります。マイペースな更新頻度ですが、チャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。ではまた次の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。